どうもこんにちは。今回はスーファミのカセットの修理をします。このヤフオクで買ったカセットなんですが、説明には特に何も書かれていなかったのですが、動きませんでした。いつものあれねってことで、端子を IPA で軽く掃除してみましたがダメでした。この55ワックマン、中古でもちょっといい値段するので、調べてみようと思います。動かしてみましょう。電源は入っていますが、うんともすんともですね。中をちょっと見てみましょう。ネジは任天堂の特殊ネジが2本です。小さい方です。ファミコンと違って空割りしなくていいので簡単です。小さな基板ですね。端子の少し上が黒く腐食しています。この部分がケースと擦れて断線しやすいんですよね。表面は比較的綺麗ですね。断線していないか確認しましょう。こんな感じで端子とチップの足が接続されているか1本ずつ確認していきます。少し飛ばします。あれれ、ここダメですね。どこともつながっていません。22番ピンが断線していました。マークしておきましょう。他に断線はないでしょうか。裏面は1箇所の断線でした。次は表面です。作業しながら電子部品の構成を見ておきましょう。これが8メガのマスクロムで、ゲームのメインプログラムやデータを格納しています。こちらは2メガのマスクロムで、ゲームの追加データを格納しています。これはロジック IC ですね。2つのロムを適切に切り替えて読み込むためのアドレスデコーダとして機能します。そしてこれが CIC チップで、海賊版防止及びリージョンロック用のセキュリティチップです。電解コンデンサが1つあります。これは各 IC の電源を安定化させるためのバイパスコンデンサですね。セーブ機能がないので電池はついていないです。先ほどのカセットの22番ピンが断線するとどういうことになるんでしょうか。ピンアサインを調べると22番ピンは D3 でデータバスの3ビット目に該当します。このピンが断線した場合、本体の CPU が命令やデータなどのプログラムを正しく読み込めなくなるため、電源を入れても画面が真っ暗なまま起動しない、ブラックアウトと呼ばれる致命的な障害が発生します。起動確認した時の状態と一致しますね。この後、すべてのピンをチェックしましたが他に断線はありませんでした。それでは断線を修理しましょう。ヤスリで削ってソルダーレジストを剥がします。削りすぎてパターンまで剥がしてしまわないように注意してください。
ハンダが乗りさえすればいいので、銅の表面が見えれば十分です。パターンが切れているのが分かりますね。0.1 ミリのジャンパ線を使います。22ピンつながりましたね。0.1 ミリのジャンパ線ではケースとすれたらまたすぐ断線してしまいます。レジンで固めましょう。他の端子も腐食して断線しそうだったので、掃除してレジンで補強しておきましょう。きれいになりましたね。表はそれほど傷んでいませんが、ついでに掃除します。
基板をケースに戻します。さて、動作確認です。いいですね。動きました。鳥山先生の漫画を原作としたバンプレスト発売の横スクロールアクションゲームですね。スーファミでは3作がリリースされました。キャラデザがとても素敵です。アクションもとてもよく作り込まれているんですよね。今でも遊べます。カセットはロムにデータが保存されているので消える心配はありませんが、コンデンサの液漏れやパターンの断線、電池切れなどで故障することがあります。中には高価なカセットもありますので、皆さんも端子を掃除しても動かないカセットがありましたら修理に挑戦してみてはいかがでしょうか。コッパさんの作業台ではこのような動画を作っています。もし気に入っていただけたならチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。